こんにちは、まいです。今回はやることが多くて時間がないと感じ、なんとなくイライラしやすかった私がちょっとゆとりが持てるようになったミニマリストの時間術10選をお伝えします。それでは早速いってみましょう。まず1つ目は何をするか決めるです。そもそも私は忙しいと感じているだけでやらなければいけないことを把握できていない状態でした。なんとなく掃除しなきゃ、なんとなく自炊しなきゃのように、なんとなくしなければならないと感じている事柄の中に、期日までに提出しなければならないものが紛れ込んでいて、優先順位もごちゃごちゃな状態でした。そんな私は頭の中で考えても埒が明かなかったので、トゥードゥーリストでやることをまず書き出して一旦整理することから始めました。書き出したら優先順位をつけてから取り組むようにします。こうすることで目標に向かって行動しやすいし、やることが見える化できてダラダラしづらいと実感しています。終わったことを線で消していくのにも小さな達成感を味わえます。優先順位が高いはずのことをめんどくさがって後回しにしてしまう自分の傾向も分かり、これは私に効果抜群でした。計画性がないために提出期限ギリギリになって焦るタイプだったのですが、このトゥードゥーリストで提出期限前に余裕で終わらせることができる人間になりつつあります。2つ目はお買い物の移動時間を減らすです。日々消耗する日用品のストック管理も大変ですが、それをいつ買いに行くか考えたり、お店まで足を運ぶとなると移動時間もかかってしまいます。欲しいものを見に行くのとはちょっと違って、日用品のお買い物はコンスタントに時間と手間がかかり、モヤモヤしていました。なので私は Amazon で日用品を購入することが多いです。日用品やコスメは実店舗と変わらない値段で売っていることが多く、ポチッとするだけなのでお買い物が数秒で終わってしまいます。サプリやプロテインは Amazon 定期便を使用することで在庫切れを防げたり、さらに5から 10% 安く購入できるのも大きなメリットだと感じています。生活必需品など毎回同じものをお店に買いに出かけるより、ネットショッピングや Amazon の定期便を使用することで物を買いに行く時間と在庫管理の手間を少し省くことができました。3つ目は通勤時間を減らすです。職場まで片道1時間半の場所に長年住んでいた私が思うことは、職場は近ければ近いほどいいということです。年間で通勤時間にどのくらい使っていたかというと、片道1時間半だと1日往復3時間、それを1ヶ月の出勤日数にかけると 2.5 日はただひたすら通勤していたことになり、さらに1年で見ると 31.5 日と1年のうち1ヶ月はただひたすら通勤していたことになります。通勤だけで疲れてしまい、帰ってきてもぐったりしてしばらく動けませんでした。もう職場が遠いことが辛かったので、今ではどんなに遠くても通勤時間は30分以内と決めています。4つ目は探し物をしないです。以前はなくしてしまうものが多く、物を探し出すまでに時間がかかっていました。
私がなくしやすかったものはリップクリーム、鍵、スマホなどよく使うものはもちろん、必要書類や銀行の手帳、パスポートなんかもいくら探せど出てこないことが多く、探し物を見つけるのに一体どのくらいの時間を使ってきたのか分かりません。ミニマリストになって物が減り、管理がしやすくなったと同時に、物の定位置を決めることで物を探す時間がなくなりました。今では自分の所有物がどこに何があるのかを全部把握できるようになりました。5つ目は自分の能力を見誤らないです。これ未だにやってしまうのですが、30分で終わると思っていた作業が1時間以上かかってしまうことがあり、余裕を持った行動ができないことがあります。自分は何にどのくらい時間がかかるのかをまず把握することを意識し始めたら、安易に大丈夫、30分で終わるから楽勝なんて思うことが少なくなり、自分の能力に合ったスケジュールを立てられるようになりました。そうすればこんなに家出る時間ギリギリまで作業したりすることをせず、余裕が生まれると思うので、今はまだ絶賛訓練中です。6つ目は予定を詰め込みすぎないようにすることです。私は何も予定がない休日を大事にしています。昔は予定がないと寂しいと感じてしまい、スケジュールを埋めるために必死になっていたこともありますが、今ではできるだけスケジュールを空けておくように努力をしています。自分が本当にやりたいことに時間が割けるようになるためには、スケジュール帳の空白が私に時間と心のゆとりを作ってくれました。7つ目はながら時間を生活に取り入れるです。何かしながらまた別のことをするというこの一石二鳥なながら時間。例えば私は YouTube で本要約系のチャンネルをイヤホンで音だけ聞きながらメイクをすることが日課になっています。私自身もラジオ配信をしているのですが、家事しながらメイクしながら聞いていますというお声をたくさんいただき、嬉しい気持ちでいっぱいです。あと、歯磨きしながら足裏の筋肉を伸ばしています。姿勢改善にもつながるかなと最近ハマっているながら時間の活用法です。8つ目は家事は家電に頼るです。毎日こなす家事はやらなきゃとめんどくさいが葛藤する問題。私はできれば誰かにやってほしいと思ってしまうほど苦手です。その誰かいました。ここに床掃除はお掃除ロボットのユーフィーくん、食器洗いは食洗機、洗濯物はドラム式洗濯乾燥機にお任せしています。干すのもめんどくさいので、ほとんどの衣類を乾燥機にかけています。購入する際にコストはかかりますが、家事を代行してくれるので、やらなくてもいいことが増えて、その分自分の時間も生まれました。9つ目はスマホを見る時間を削るです。時間がないと嘆きながらも、気づいたらスマホを手に取り SNS を読み漁っている自分がいる不思議な現象。スマホを手に持っていると時間が綿あめのように溶けていきます。デジタルデトックスについては以前ご紹介した動画の内容を実践中で、今ではスマホに時間を割きすぎないような生活が
少しずつできるようになってきました。10個目は睡眠時間を削らないです。睡眠時間を削って自分の時間を確保しようと考えがちでしたが、寝起きが最悪だったり、朝ギリギリまで寝てしまいバタバタで仕事に行ったりと、決してゆとりのある生活とは言えない状況でした。睡眠時間を削ればその分簡単に自分の時間が手に入る気がしますが、私の場合は逆に非効率な結果になることが多かったです。今では睡眠時間を優先的に確保する生活に変えて、朝から活動的に動けるようになりました。私は夜よりも朝が絶好調なので、朝4時に起きて自分の時間を確保しています。ぜひあれもこれもやらなきゃ、でも時間がないと感じている方の参考になると嬉しいです。最後までご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。いいんじゃない？違う、全然違う。